やっほー、皆さんこんにちは。定時ダッシュです。今回は合コンで使える店でバイトするとすごい接客が楽っていうツイートがバズったので、そのバズったツイート記念にちょっと合コンのね動画を撮っていこうと思います。で、今回のテーマは開催エリア別合コン解説ということです。イエーイということで、最後にここで開催される東京だけ合コンだけは絶対にやめとけってところも紹介していきます。ちなみに東京都内のエリアで解説していくので、ぜひ参考にというか、エンタメとして楽しんでもらえたらなと思うので、ぜひ最後まで見てくださいということで、自分ももともとマッチングアプリ芸人でもありますし、マッチングアプリが一番好きなんですけど、女子大生の時とかは特に合コンに精を出していましたし、社会人になってからも定期的に合コンは行ってました。結構合コンは好きですということで、私ので実体験だったりとか友達に聞いた感想で、ここのエリアの合コンはこういう人が多いよねとか、ここがいいよねっていう部分だったりとか、逆にいやここのエリアで開催される合コンマジ最悪だよねとか、こんなやばいやついたよねっていう話を今日はしていきたいと思います。エリアはね、全部でね 1,2,3,4,5,6個ですね。6個になっていますということで、まずはじめに説明する開催エリアは恵比寿です。恵比寿はね、普通にデートで行ったりとかマッチングアプリの待ち合わせでもかなり多いエリアなんじゃないでしょうか。結論から言うと、恵比寿開催の合コンは割と安牌、特に傾向がないけど外れることはほぼないので結構いいなと思っています。理由としては若い男性がねすごい多いんですよ。合コンって初めにちゃんとヒアリングができてればいいんですけど、会社のメンバーで来ますみたいな感じで言われると、たまに上司みたいなおっさん混じってたりとか、ちょっと場違いでしょみたいな意味わからんおっさんが入ってたりとかするとマジで激内なので、恵比寿だと若いちゃんと自分たちと同じ適齢期の男性しかいないっていう合コンが多いので、かなりおすすめです。若い男性も多いし、あとね、特段鼻息が荒い、今日絶対持って帰ってやるみたいな、そもそもそんなにラブホ街が少ないのでそういう理由かわかんないけどっていうのもあって、恵比寿はそういう鼻息の荒いよくわからない男も少ないのでいいなと思っています。あとはね、合コン終わった後にね、女子だけで飲んだりとかカフェ行ったりとか、そういう楽しみ方もできるのでいいエリアなんじゃないかなと思います。特にこういう職業の人が多いですとかっていう傾向はないんですけども、割とお店への感度が高かったりとか、スマートな男性、スマートというか丁寧な男性が多いような気がしました。はい、続いてもね、おすすめのこれはいいエリアだっていう開催地区なんですけど、2つ目に行きます。2つ目は西麻布ほぼ広尾みたいなエリアも含むです。西麻布って詳しい人ならもちろんわかると思うんですけど、絶妙に六本木とか麻布十番と、あと表参道とかの中間地点にあるので、電車で行けないエリアなんですよ。なのでここでわざわざ開催する合コンってここら辺に住んでる男しかいないってことなんですよね。なので港区にオフィスがあるような外資系金融だって、外銀勤務、いわゆる外銀勤務の人だったり投資ファンドだったりとか、イケてるリーマンがめっちゃ多いんですよ。でところで一方六本木とかそっち側のガチガチな港区エリアはちょっと成金みたいな経営者だったりとか、ちょっと意味のわからない IT 経営者だったり、港区系の人が多いので、そことはちょっと分けて考えて、西麻布ほぼ広エリアというのでくくって2つ目にしています。その六本木エリアについては後ほど解説するので少々お待ちくださいということで、この西麻布ほぼ広エリアで開催される人は先ほど言ったような職業の方が多くて、本当に知的だし飲み方も綺麗な人が多いです。あとお店ももちろんいいお店が多いですし、自分だったら絶対に自分のお金で、コスパも悪いし高すぎるんで行かないんですけど、そういうお店に行けるっていうのもメリットですよね。ただね、その外銀勤務の人とか投資ファンド系の人って鬼激務なので、エピソードがえぐくて、毎日朝みんな胃薬飲んでるとかマジで情緒がおかしいサイコパス上司がいてみたいな、そういう感じなので、本当にちょっと付き合うのにはどうなんだろうっていう感じなので、一回飲むとかだったらめちゃくちゃいいんですけど、本当に彼氏を探すみたいな目的だとちょっと次元が違う話なのかなということで、あまりそういう彼氏を作ろうとか婚活向きではないというデメリットはあるかなと思います。
続いて3つ目のエリアに行きます。3つ目のエリアは新宿です。これは特におすすめでもおすすめじゃないとか私の意見はないんですけど、こういう傾向がありますよっていうことだけ説明しようと思います。新宿はなんか簡潔に言うと特にこだわりがない男たちが集まってるという感じですね。統一感のないメンバーの時に新宿開催が多い気がします。なんでそういう理由になるかっていうと、新宿って都内の駅のハブ的役割を果たしてるじゃないですか。なのでいろんなエリアで職場だったりとか仕事してるっていう人をかき集めるのにちょうどいいエリアなんですね。なのでその男性陣とかもなんか寄せ集めみたいなメンバーが多くってなんか絶対それ合コン同士とかなんかそういう遊びで出会ったでしょみたいな男連れで来ることが多い気がしました。あと一番嫌なところがなんか本当に店がチェーンの意味わかんない居酒屋だったりとか飲み屋とか連れてかれてなんかすごいまずい酒を飲まされるということですね。これちょっといろいろ言われそうなんで先に言っとくんですけど、私もちろん赤ちょうちん系も好きだし立ち飲みとか、そういう意味わかんないクソみたいな居酒屋も好きなんですよ。ただそれって友達とクソみたいな居酒屋に行くから楽しいのであって、初対面かつなんかよくわからない統一感のない男性メンバーかつクソみたいな居酒屋ってもう本当に最悪トリプルコンボみたいな感じなので、それだけは本当に嫌だということで、新宿開催の時点で萎えるという話でした。はい、本当に新宿で新宿が悪いわけじゃないんですけど、新宿開催の時はもう本当に記憶にもないぐらいちょっと微妙な会が多かったです。なんか掘りごたつだったりとか謎の個室居酒屋みたいなところに連れてかれて学えることが多かったですね。はい、ということで新宿の会は終わります。で続いて4つ目のエリアは先にこの話をここもいいですっていうことで新橋銀座エリアを挙げました。これはねもちろん丸の内とかだったりとか新橋に勤務してるリーマンが多いっていうことがかなりメリットとして挙げられます。商社マンだったりとか、某メガバンクの金融系の人、あとコンサル系とか、弁護士の人とかもいたかなの、割と職業的にはいい人が集まってるような気がします。そこの銀座開催とか新橋開催だったら、お店もいいお店が多いですし、そういう点でも楽しさはあるかなと思います。ただ一方でなんか結構遊び慣れている感じの人が多くって、コリドー近いっていうのもあるかと思うんですけど、なんかその点があんまり自分はいい思い出がないというかなんかちょっと微妙だなと思いました。なんでだろうな。なんかこれは本当に個人の感想なので、ただ新橋銀座真ん中ぐらいって感じですね。喜び度で言ったらなんかあんまり開催してないのかな。もし銀座新橋開催の合コンに詳しい人がいたらコメントで書いてくださいということで続いて5つ目ですね。あと5つ目と6つ目を話すんですけど、これはちょっとあんまりおすすめしないっていうエリアでお話しします。まず5つ目は、先ほどちょっとお話しした六本木です。六本木エリア、いわゆる港区と言われるエリアの代表的な駅かなと思います。ここは本当に女遊びに慣れてる人が多いということにもう全てつきますね。はい、成金経営者が多いですし、なんか怪しいビジネス、多分情報商材とかなんか変なサプリとか売ってなんか一発稼いだみたいな人が多いような印象があります。で本当にごめんなさい、悪口ばっかりになっちゃってでなんかねここら辺の人たちってやっぱりラウンジとか、あとはそういう夜のお店系、あとはギャラ飲みとかにもとても慣れてる男性が多いので、女の子をキャスト扱いしてくるんですよ。私たち普通の人で来てるんだけどっていう感じなんだけど、なんかキャストとして扱いしてくるっていうのを節々に感じられて、本当にろくなやつがいないなというのが正直な感想ですなんか友達が結構そういう飲み会に参加してた時、飲み会っていうか合コンか六本木開催の合コンに参加してた時はなんかもう無理すぎて爆速で帰ったみたいな言ったりとか、もうその思い出が嫌すぎて帰りのタクシーでとりあえず東京タワーを一周してもらって、なんかその嫌な気持ちを浄化させてから帰ったわっていうのをこの間言われましたね。なんかそのエリアが好きな人もいるし、もちろんすごいお金持ちの人も多いエリアなんですけど、個人的にはあまり好きじゃないなっていう駅です。はい、あと最後6つ目ですね。6つ目のここの開催はおすすめしないっていうエリアなんですけど、ちょっとかなりピンポイントというかもう職業ピンポイントになっちゃうんですけど、汐留です。
もう勘のいい人は分かったんじゃないかな。汐留って言ったら某広告代理店ですね。ちょっと会社名まで言ったら怒られそうなんで言わないんですけど、検索してみてください。一番有名な D のところですですね。本当にクソ合コンでした2、3回ぐらいやったかなとか言いつつ、でも本当にね、とてもやばい男が多い。話が面白かったりとかいい人もいるんですけど、総じてなんか本当に不快な飲み会でした。合コンでした。なんかとりあえずね、男性陣とかもね、なんかもう俺様みたいな感じだし、とりあえずずっとめっちゃ年収聞いてほしそうな発言をしてくるんですよ。なんか自己紹介でなんとかかんとかです、名前言って、で趣味はなんとかですって言って、年収以外だったら何でも聞いていいよとか言ってくるんですよめっちゃ年収聞いてほしそうやみたいな感じで、それで時給だといくらですかって聞いたら、時給だとね多分働きすぎて900円ぐらいって言われて、闇を感じましたとか、あとなんか謎にカラオケ付きの個室のなんか居酒屋みたいなのを予約する確率が高くて、高確率でそのカラオケで歌いながらこうやって肩組んでこようとして、もうめっちゃセクハラをしてくるおじが多いですね。あと一人だけすごいやばいやつがいたんですけど、そいつはなんかその店を予約してくれたやつで、そのとこが俺のクライアントがさ S だからさここの店したんだよね、これほらこの S のビールだからみたいなアピールがとてもうざいということですねはい、本当にちょっと特定エリアというか特定の会社の批判になってしまってとても良くないんですけど、行いを見直してくださいということで、ここにねちょっと警告としてお話できたらなと思います。あとね、なぜかね謎のジジイがすごい来るんですよその仕事日開催だと何なんだろうね。なんかもういつまでもその遊びがやめられないジジイが多くて、ほんと40歳以上のジジイもう来ないねっていう感じでした。ということで1から6までのエリアすべてこれでお話し終わったのでいかがだったでしょうか。ということで今夜はこんな感じで終わりにしようと思います。私のおすすめのマッチングアプリはノートにまとめているので、概要欄からぜひよかったら見てください。チャンネル登録まだの方はぜひ登録してください。そして Twitter、Instagram、TikTok もやってるのでぜひフォローしてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。皆さんありがとうございました。ミニーちゃんもバイバイって言って、ほらバイバイして。はい、バイバーイ。